皆さんこんにちは。今回の動画では2年前の夏に通った道を歩きます。2年も経つとだいぶ風景が変わっていました。またゴミの捨て方についても勉強します。リスニングの勉強のためにぜひ最後まで見てください。チャンネルメンバーシップも始めました。よかったらぜひ入ってください。看板にこの先左折工事中と書いてあります。左には曲がれないかもしれません。座っていた男の人が立ち上がりました。人が来るときは立つんだと思います。こんにちは。はい、こっち行きます。はい、すいません。歩くのも通れない感じです。あ、通れる。はい、はい、ありがとうございます。歩きの人は左折しても大丈夫でした。綺麗な赤い実のついた木です。風ですごく揺れています。ここには田んぼがあります。もう稲の刈り取りが終わっています。家と家の間に突然田んぼがあるのは日本ではよくあることです。道路に文字が書いてあります。なんて書いてありますか？とまれです。止まれの標識は赤い三角の標識です。この場合、車と自転車はこの線で一時停止をします。一時停止というのは一度完全に止まることです。この鏡はカーブミラーと言います。ここを左に曲がります。右手は空き地です。空き地というのは使われてなくて空いている土地のことです。ここを右に曲がります。2年前に今まで通ってきた道と同じ道を動画にしました。その時はこの空き地もそしてこの家も草ぼうぼうでした。この家は2年前も空き家でしたが今も人は住んでいないみたいです。日当たりも良くて誰も住んでいないのはもったいない気がします。右手にあるのはアパートです。ここは大学のすぐそばです。学生がたくさん住んでいるんじゃないかと思います。こちらは広い道。こちらは狭い道です。狭い道に行きましょう。この道を通るのは2年ぶりです。最近はこの辺に散歩に来ていませんでした。もっと山に近い田んぼが多い方に行っていました。自然が近くて気持ちがいいからです。でも今年は熊が多いので山のそばに行くのが怖くなりました。なので久しぶりにこの辺を歩くことにしました。ここは幼稚園です。幼稚園は
3歳から小学校に入る前の子どもたちが行くところです。保育園は0歳から小学校に入る前の子どもたちが行くところです。なので、両親がフルタイムで働いている家の子どもは保育園に行くことが多いです。ここは2年前は家は建っていませんでした。今は日当たりが良くて住み心地の良さそうな家が建っています。また一時停止のマークがありますね。2年前駐車場だった場所に家が建っています。売っているみたいです。いくらなのか見てみましょう。この値段、声に出して読んでください。3680万円です。税込みなので消費税が入っています。家にかかる消費税は 10% です。なので消費税が入っているかいないかは大事な情報です。この家はプロパンガスですね。プロパンガスじゃない方が私は好きです。でも災害の時にはプロパンガスの方が復旧が早いそうです。復旧というのは使えなくなったものが使えるようになることです。ここは寮です。寮というのは会社や学校が用意する社員や生徒のための住む場所です。ここも2年前は駐車場でした。今は集合住宅が建っています。だいぶ風景が変わりました。ここはゴミを捨てる場所です。看板にゴミの出し方が書いてあります。1のところに生ゴミは火曜日と金曜日の朝8時半までに出してくださいと書いてあります。2には生ゴミとは違う種類のゴミが3種類書いてあります。日本ではゴミの出し方のルールが厳しいです。ゴミを種類ごとにしっかり分けて、決まった曜日の決まった時間までに出さないといけません。あそこにもゴミ捨て場が見えてきました。それぞれの家ごとにゴミ捨て場が決まっています。そしてそのゴミ捨て場の掃除を順番にやります。うちの場合は1ヶ月に1回ぐらいゴミ捨て場の掃除当番が回ってきます。ここにはアルミ缶、スチール缶、瓶、ペットボトルを分けて出しましょうと書いてあります。また、どれも軽く洗って、キャップがついていたら外して、ペットボトルのラベルも外さないといけません。これは掃除当番が使うほうきとちりとりです。ゴミ捨てのルールを守らないとご近所さんとトラブルになります。なのでまずはゴミの種類の名前を4つ覚えましょう。まずは燃えるゴミです。可燃ゴミとも言います。生ゴミや紙でできたゴミなどがそうです。
それから燃えないゴミがあります。これは不燃ゴミとも言います。金属など燃えないもののゴミです。それから資源ゴミがあります。資源物とも言います。資源ゴミは瓶や缶やペットボトル、段ボール、それから新聞紙などです。それから粗大ゴミというものがあります。粗大ゴミはタンスやテーブルや椅子など大きいものです。ゴミの回収は市や町や村が税金を使ってやっています。何がどのゴミになるかはその場所によって違うことがあります。住んでいる場所のホームページで確認できます。この日は風がとても強かったです。ここにもゴミ捨て場がありますね。このネットは燃えるゴミの上にかけます。燃えるゴミには生ゴミが入っているので、カラスや猫が食べに来るからです。道路に7から9、14から16と書いてあります。何時から何時のことかわかりますか？午前中の7時から9時と午後2時から4時までの間という意味です。矢印がまっすぐなのはここで左折してはいけないという意味です。その理由はこっちの標識にあります。このマークはスクールゾーンのマークです。学校の近くにこの標識はあります。朝7時から9時は子どもたちが学校に行く時間です。そして午後2時から4時は子どもたちが学校から帰る時間です。日本では子どもたちはだいたい小学校でも歩いて学校に行きます。なのでさっきのような細い道は危険なので車は通ってはいけないということです。ここはお堀です。お堀というのはお城の周りに水をためるものです。でも水が全然なかったですね。こんなことは初めてだったのでびっくりしました。青い袋は燃えないゴミです。こちらは粗大ゴミです。この時はお昼の1時ぐらいです。この時間までゴミが置いてあるのは珍しいです。もしかすると誰かがゴミの日じゃない日に出したのかもしれません。向こうに見える建物が小学校です。この標識もこの先90メートルは日曜と祝日以外の、つまり平日の朝7時から9時と午後2時から4時は歩行者と自転車しか通ってはいけないという意味です。本当に風が強いです。今からさっき見たお堀の
真ん中の場所に行きます。こちらは武田神社です。紅葉が綺麗です。でも多分1週間前はもっと綺麗だったと思います。こっちの細い道を行きます。広い空き地になっています。ここの家は竹がたくさん生えています。人は住んでいなそうですね。窓が開いていて、部屋の中に植物が生えているのがわかります。いい天気です。この先がさっきのお堀の真ん中の場所です。ここは少し土地が高いので、向こうの山がきれいに見えます。車が通っていった場所がさっき燃えないゴミと粗大ゴミを見た場所です。ここは夏はすごく背の高い草がたくさん生えていました。今はきれいになっています。水が全然ないですね。タンポポが咲いていました。その時、自分の足にバカがたくさんついていることに気がつきました。この辺では、これはバカと呼ばれます。これをつけてしまう人はバカだから、この植物をバカっていうのかなってちょっと思いました。こんなにたくさんつけてしまうなんて、私はなんてバカなんだろうって思いました。とりあえず端まで行ってみましょう。この辺が端です。ここから降りれます。ちょっと急でした。ここに説明がありました。武田神社は昔武田信玄という戦国武将が住んでいました。ここもその一部です。左手の一段高いところがさっき通ってきたところです。今度はここから登ります。さっき通った場所に戻ってきました。ここに醜いですがバカがあります。来るときにここを通ったときについたのかもしれません。コメントを紹介します。I'm struggling with shadowing, and another viewer kindly replied with some great advice. Don't worry, everyone does, depending on video. Try to pause and understand how the sentence is formed, and to note verbs and vocabulary you don't know. Good luck. Thank you so much for this wonderful advice. Let me add one more thing from my side. There will always be some sentences in the video that are too difficult for you right now. You don't need to force yourself to shadow those. Start with the ones you can do and build up from there. I'm rooting for you. And for everyone watching, if you join my channel membership, you can watch my videos without Japanese on-screen captions. That helps you practice understanding with your ears only. Plus, you can download PDFs with Furigana, which makes studying much easier. Also, separately from the channel membership, I have a subscription course.
I really want to help Japanese learners improve their Japanese, and I want you to speak with confidence. That's why I created a course to help you improve your pronunciation, rhythm, pitch, accent, and intonation. If you want to feel more confident when speaking with Japanese people, please check out my subscription course. You can find the link in the description. 最後にメンバーシップに入ってくださっている方とスーパーサンクスをくださった方にお礼を言います。シャールトン・ローさん、リマス・オシロさん、デブさん、アルビレオさん、ウィリアム・ダーニーさん、フラグラント・オーシャンさん、ホルヘ・アセンシオンさん、コー・エケイさん、リーチン・ワンさん、トーマス・ラルスコフさん、メラニー・サンダーさん、エド・イーストンさん、ヨンゴク・キムさん、エイミヤさん、デイビッド・スピレーンさん、サウンドビジョン NW さん、ケイラ・ブレイジーさん、デイロさん、ヨーク・ギバックスさん、ニック・ワンダージェムさん、ニコール・トーさん、アイリーン・チェンさん、サーシャ・ブシアンさん、メイさん、キズナスキさん、GUNG さん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございました。とっても励みになります。嬉しいです。それからスーパーサンクスをくださったウルースさん、ビッグガスさん、ありがとうございました。感謝です。そして最後まで見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。いい1週間をお過ごしください。新しい